こんにちは、ミッキーです。今回は和歌山1泊2日週末大人旅として動画をご紹介します。関西圏において海に面し、自然あふれ、日々の疲れを癒すのに最適な県、和歌山県。普段は東京で過ごすことの多い私ですが、今回週末の2日間を使って和歌山市周辺を堪能してきました。今回ご紹介する魅力は海辺の魅力。今が旬の高級魚クエを使った料理はもちろん、水揚げ日本一の和歌山県ならではのマグロのテーマパーク、これからの季節イルミネーションも楽しみなフォトスポットなどご紹介していきますので、ぜひ大人の休日旅の参考にしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、今回の旅は東京から新大阪へのぞみで向かい、新大阪で黒潮という特急電車に乗り継いで和歌山へと向かいました。今回のように JR の特急列車を乗り継ぐ場合には、エキネット経由で購入すると割引が効くこともありますので、ぜひそちらを確認してみることもお勧めします。さて、 JR 和歌山駅に着いた後、宿へ向かう送迎バスが来るまでの時間余裕がありましたので、こちらのコロッケのコロッケというお店でコロッケをいただきました。あまりお店について詳しくなかったので、和歌山県と関連があるかなとも思いましたけれども、特に深い意味はなかったようでございます。とはいえ、たくさんの種類のコロッケがありますし、今右上に映っております通り、期間限定で販売されていました和歌山の紀州南高梅を使用した南高梅コロッケもありましたので、気になったので注文してみることにしました。また、ちょうどタイミング的にハロウィンの時期でございましたので、サービスの揚げチョコというものもいただきました。他にもたくさんの種類がありますので、ぜひ食べ歩きのお供としてもご活用いただけるかなと思います。値段も240円程度ととてもリーズナブルでございました。続いては今回の一番の旅の目的だった友ヶ島に向かった様子をご紹介します。ただですね、実は残念ながらこの日は前日の悪天候の影響でフェリー運休になってしまい、訪れることができませんでした。どうしてもこういった島へ向かうということに関しましては、天候に左右されてしまうという条件はあるんですけれども、和歌山市観光協会さん、和歌山市観光連盟さんのホームページから今画像を引用させていただいているんですけども、写真からもわかる通り、とても神秘的な空間になっています。実はこちらの友ヶ島はアニメサマータイム連打の舞台にもなった島でございまして、私自身も作品を見ていたので、ぜひともリベンジしたいなと思います。和歌山市内を歩いていますと、サマータイム連打の様々な PR がありましたので、とても力入れてるなというふうにも感じました。そんな友ヶ島のフェリー乗り場までの最寄り駅は今映しております加田駅。そんな加田駅と和歌山市駅を結ぶご当地列車がこちらのめでたい電車でございます。せっかくなのでご紹介しますけれども、こちらは加田を代表する海の幸タイをモチーフにした電車でございまして、乗るだけでおめでたい気分になるということでございます。さらに愛と書いてめでたくなる意味も込められているようなので、ぜひそのキュートな見た目の電車をめでてあげてください。さて、そんな加田から移動しまして、こちらは和歌山市駅の様子でございますけれども、こちらは南海鉄道の駅ですね。とても駅舎も凝っていまして、おしゃれな雰囲気が伝わってきましたので、旅の拠点の駅としても活用いただけるような、そんな空間だったかなと思っています。続いては先ほどの和歌山市駅からバスで向かった先にあります和歌山マリーナシティというエリアのご紹介でございます。こちら今映しておりますのはポルトヨーロッパと呼ばれるエリアでございまして、フランス、イタリア、スペインの街並みを本格的に再現しています。この施設は海に囲まれたとてもロマンチックなテーマパークでございまして、本格的なアトラクションも多数ございます。個人的な印象としましては、東京でいうところの読売ランドに近い感じかなとも思ってます。
そしてなんといってもこちら、施設自体の入場料は無料でございます。ただ、アトラクションを利用する際に関しましては、料金がかかりますので、その点だけご注意いただきたいなと思います。とはいえですね、フォトスポットとしてもとても素敵な写真が撮れることは間違いなしかなと思いますので、ぜひ訪れていただいて、旅の記念に写真を収めてほしいなと思います。簡単に街並みのイメージをご紹介しますと、港町はイタリアのイメージ、古い城と書いて古城はスペイン、街並みはフランスのイメージを再現しているということでございました。ちなみにこの後冬になりますとイルミネーションの開催もございまして、2023年はちょうど11月3日からの開催になりますので、ぜひこの冬体験してみてほしいなと思います。特にそのイルミネーションの中では4年ぶりとなりますお城を使ったプロジェクションマッピングは圧巻だということでございますので、そちらはまさに必見かなと思います。見どころ満載ではございますけれども、広さもちょうど良くて、歩き回ったとしても体力的にも結構いいかなと思います。続いては同じく和歌山マリーナシティからご紹介します。こちら黒潮市場でございます。早速入り口にはマグロのオブジェが飾られていまして、こちらも素敵なフォトスポットになっています。ということで、先ほどのポルトヨーロッパと合わせまして、マリーナシティにはたくさんのフォトスポットがあるので、日本人はもちろん外国人の観光客が多いのも印象的だなと思いました。こちらの施設はマグロを感じ、楽しみ、味わうマグロのテーマパークということでございまして、新鮮なマグロをいただくことができます。実は和歌山県が日本有数の生マグロの水揚げ基地であります勝浦漁港がある県ということもありまして、マグロ好き必見のテーマパークになっています。館内はご覧の通り昭和30年代の商店街をモチーフにしていまして、そのレトロな様子も必見でございます。今映しておりますのは、今回海鮮丼をいただきました浜井食堂というところでございまして、マグロをはじめ様々な海鮮を組み合わせた丼をいただくことができます。味噌汁も200円でつけることができましたので、せっかくなのでいただいてみました。マグロはもちろんのこと、このウニとかイクラとかも新鮮でとても美味しかったなと思っています。こういった海鮮丼以外にもお寿司や揚げ物、焼き物、麺類などの他にバーベキューコーナーがあったり、もちろんお土産用のコーナーもあったりというところで、食べるにフォーカスしたコンテンツが満載でございました。そしてさらに注目すべきはこちら、生マグロの解体ショーでございます。毎日12時半からショーが開催されまして、今回の動画の企画のように土日祝日の週末に訪れる際は15時からの回も開催されていますので、ぜひ訪れる際は12時半、もし土日祝日の場合は15時からの解体ショーも計画の一部に組み込んでいただくと、この圧巻のマグロ解体ショーを見ることができるかなと思います。さらにこちら、ショーの後にはさばきたての生マグロをお買い得価格でいただけるということでございますので、旅の記念に買ってみていただいて、その生の新鮮なマグロの味わいに触れていただくというのもおすすめかなと思っています。解体ショー開始の10分前頃には結構行列ができていますので、例えば小さいお子さんがいらっしゃる方は少し余裕を持って待つとおすすめかなと思います。さて、ここからは今回の旅で最も満足度が高かった和歌の浦温泉マンパのマンパリゾートさんのご紹介でございます。こちらは和歌山港から近く、岬に宿を構える宿でございまして、海を一望できる眺望が唯一無二で、晴れた日の景色はまさに絶景でございます。今回訪れた際には少し天気も良くなかったのでこんな景色なんですけども、たとえ雨が降っている時の景色でさえ開放的でとても美しい景色だなと思うことができます。こんな感じでテラス席もありますので、お食事をいただく前の間、そしてお食事をいただいた後なんかにもこちらのテラスで一息つくのもおすすめかなと思います。さて、こちら翌日晴れた時の様子なんですけども、やっぱり晴れるととても美しい景色になっていますよね。こちらは平成29年度日本遺産として認定された名実ともに絶景の宝庫であります和歌の浦が眼下に望めるのはもちろんのこと、天気がいい日には対岸の和歌山マリーナシティ、先ほどご紹介した施設ですねを見ることも可能でございますので、これからのイルミネーションの季節にはより見どころが満載になるかなと思います。また後ほどご紹介しますけれども、地元の雑賀崎港和歌の浦港に直接買い付けに行った新鮮食材を使った料理も絶品でございますので、絶景と共にいただける点は確実に思い出に残ることかなと思います。なおこちらの旅館は
特定政府登録国際観光旅館にも指定されていまして、洋室、和室ともに旅館としてのクオリティも間違いないかなと思います。また、館内では様々なサービスが用意されておりまして、絶景を見ながらハンドケアやネイルも行うことができますし、例えば冒頭でご紹介しました通り、和歌山駅から無料の送迎バスが通っていますので、車でお越しになれない方も安心してたどり着くことができます。また、こちら15時から17時までの間はウェルカムドリンクをいただくことができまして、この日は9種類ある梅酒の中から南高梅の梅酒をいただくことができました。あとはホットスポットも結構充実していますし、レンタルの SIM 搭載モバイルバッテリーなんかもあったりとか、こちらのレンタル自動車なんかもございましたので、若野浦付近を散策するのにも活用できるようなアイテムがたくさんレンタルすることができます。また、こちら映しております通り、レンタルの浴衣もございまして、部屋にも浴衣はついているんですけれども、この後ご紹介するフォトスポットと合わせて活用できる点もおすすめかなと思います。あとは、若野浦の電解水素水をいただくことができたりとか、アメニティも充実しておりまして、バスタオル、フェイスタオル、歯ブラシ100種、化粧水、乳液、洗顔、クレンジング、櫛、カミソリなど一通り揃っておりました。さて、ここからはお部屋に向かっていくんですけども、エレベーターの中で皆様の名前を添えて、ウェルカムメッセージなんかもありまして、そちらも持って帰ることができましたので、そういった配慮もとても嬉しいなと思いました。今、左上に参考価格載せていますけど、お部屋のタイプは大まかに4種類でございます。いずれも快適性を追求した客室でございまして、全室が海側でございます。なので、先ほどご紹介しました若野浦の絶景をどこの部屋でも眺めることができます。部屋のタイプは、2020年にオープンしたばかりの最上級スイート、デザイナーズルームの海の座、そして今映しています最上階絶景ビューの万博クラブ、加えて通常の客室でございます。ということで、こちらが万博クラブの最上階の様子なんですけども、まさに絶景でございまして、朝から一日気分よく始めることができました。最近の旅ではホテルステイが多かったので、今回のような和室は久しぶりだったんですけれども、夕食後に旅館の方が布団を敷いてくれることに地味に感動しておりました。他のデザイナーズルームには露天風呂がついていたりとか、最上級スイートはこの上なくこだわりが詰まっているということなので、ぜひホームページからも確認してみてほしいなと思います。とはいっても、こちらの万博クラブさんでも十分に水回りも綺麗でしたし、快適に過ごすことができるかなと思います。また、忘れてはならないのが館内の大浴場、そして露天風呂でございます。海岸美日本一と言われる新若野浦の景色を眺めながら、ゆったりと日常の疲れを癒すことができます。こちらはマンパリゾートさん公式サイトから引用させていただいています大浴場の様子、そして露天風呂の様子なんですけれども、自家源泉としましては地域で唯一ということでございますので、ぜひその効能を合わせて感じてほしいなと思います。やはり旅の醍醐味の一つにこういった露天風呂等もあるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてほしいです。また、こちらが先ほどちらっと触れましたフォトスポットでございます。ぜひ浴衣と合わせて撮ってほしいなと思いますし、そもそもフォトスポットに限らず、外の景色と合わせて撮っていただくことでも十分に素敵な写真を撮れるかなと思います。あとはこちら、コミュニケーションスクエアタノというところがございまして、こちらも地味に楽しませていただきました。今映しております通り、ダーツがあったりとか、あとはビリヤード、あとはサッカーゲームなんかがありまして、本当カジュアルに楽しむことができますね。私も実際に夕食後に酔いを覚ますために、ダーツとビリヤードをさせていただきました。あとはこちら、俵越山美術館というギャラリーもございまして、俵越山という方のクスッとした笑いのある展示を楽しむこともできました。さて、ここからはお待ちかね夕食のご紹介でございます。先ほど軽くご紹介しました通り、提供される海の幸は地元の雑賀崎港、若野浦港から直接買い付けた新鮮な旬の魚介類でございます。いずれも四季折々の季節感あふれる絶品でございますので、ぜひとも素敵な景色と一緒に楽しんでほしいなと思います。また、今映しております通り、クラフトビールなんかも別途料金がかかりますけれども、販売されていますので、そちらも試してほしいなと思います。プランとしましては、2019年に誕生した和歌山の新ブランド牛、紀州若牛のしゃぶしゃぶと取れたて鮮魚を楽しむプランがあったり、その紀州若牛と同じく和歌山の最高級黒毛和牛、熊野牛、梅酢を飲んで育った梅豚ローストの肉料理を堪能できるプランがあったり、いずれも絶品であること間違いなしでございます。そんな中、今回の宿泊では水揚げが少なく幻の魚と呼ばれていますクエを使ったクエ鍋を夕食としていただけるプランで宿泊をしました。先ほど映しておりましたクエのお作りもいただくことができますし、今映しておりますようにクエ鍋を堪能することができます。ちなみに宿泊プランの中でも一番の人気はこちらのクエ鍋のプランだということでございますので、体験されたことがない方はぜひともこの機会にお試しいただきたいです。さらに
クエの旬も10月から2月だということでございますので、タイミングも今ならバッチリかなと思います。また、夏の季節には夏の高級魚でありますハモをいただくこともできるようなので、夏は夏で楽しめるかなとも思います。で、今回いただいた夕食のスペースに関しましても半個室っぽくなってますので、結構プライベート空間っぽく楽しめるところも個人的にはおすすめかなと思いました。また、クエの話に少し戻りますと、クエ自体はコラーゲンもたっぷりで美肌効果抜群ということでございますので、特に女性の方にも嬉しいのかなと思いました。また、クエ鍋をいただいた後は、こういった形で雑炊を締めとしていただくこともできまして、この雑炊もとても美味しかったなと感じています。目の前で作っていただく雑炊はまた一味違っていいですよね。また、誕生日の際には誕生日用の写真を撮っていただくことができたりとかっていうサービスもありますので、ぜひそういったところも検討いただければと思います。でやっぱりこういったコース料理ですと少しずついただくことができますので、ゆっくりと味わいながらお腹に溜めることができるかなと思います。また、クエ鍋コースとしましては、前菜、薄作り、大鍋、雑炊といったコースなんですけれども、フルコースにしますと、それらに加えまして、ヒレ酒だったり、照り焼き、唐揚げ、煮付けなんかもついてきますので、お腹に自信がある方はフルコースにしていただくのもおすすめかなと思います。また、雑炊には漬物もつけていただくことができますし、食後にはこういった形で季節のデザートもいただくことができますので、まさに満足感たっぷりなコースメニューになってたかなと思います。さて、続いてご紹介しますのは、夜15時から22時まで、朝は7時から10時まで楽しむことができます、ウェルカムラウンジの空船でございます。こちらのラウンジでは、コーヒーや紅茶などの無料のドリンクを添えながら、無料のマッサージチェアの利用などもできますので、夕食後など一息つきたい時におすすめな空間でございます。有料ではありますが、アルコールの提供もありますので、飲み足りない方はこちらもぜひお試しください。本を読んだり、調べ物をしたり、思い思いの時間を過ごせる、そんな空間でございました。また、この旅のひとときというところで、こだわりのアンティーク家具なんかも個人的にも注目すべき点かなと思っています。さて、最後にご紹介しますのは、こちらの朝ごはんでございます。朝食もめちゃくちゃボリューミーでございまして、いずれもご飯に合うものばかりだったので、どんどんいただくことができました。また、特におすすめなのは、今映しております、しらす飯でございまして、たっぷり乗せていただくことができます、釜揚げしらすはおかわり自由でございます。他にも、だし巻き卵も注目でございまして、そちらもおかわり自由になっていますので、間違いなくお腹いっぱいになることができるかなと思います。あとはご飯も炊飯器丸ごと一つ席に置いていただくことができますので、ご飯に合う小鉢とご飯を継続的にいただくことができる、そんな工夫もされているのかなと思いました。あとはしらすに関しましては、卵と組み合わせていただいたり、納豆と組み合わせていただいたり、あとは醤油を添えたりと、いろいろな食べ方を試してほしいなといったところです。普段の生活の中でも自分で作らない限りは、なかなか和食をいただくことも多くないかなと思いますので、ぜひこういった機会に和朝食いただいてみてほしいなと思います。あとは干物を炙っていただくことができまして、こちらもご飯に合うような組み合わせですよね。さて、この日に関しましては、昨日とは打って変わって快晴でございましたので、早朝の景色もまさに抜群でございました。先ほどしらすに添えるようにと申し上げました生卵とか納豆に関しましては、お好みで持っていっていただくことができますので、ぜひ残さない程度に持っていってほしいなと思います。あとはドリンクも非常に豊富でございまして、アメニティコーナーにありました電解水素水の他にも、スムージーだったり、オレンジジュース、リンゴジュースなんかもございました。そんな形でマンパリゾート気になった方はぜひ宿泊してみてください。さて、最後に一つ和歌山のお土産としておすすめなかげろうのご紹介でございます。こちらスーパーで売られているナボナみたいな雰囲気なんですけども、とても美味しかったので、ぜひ迷われた方はこちらのかげろうお土産に買っていってほしいなと思います。あとは最後は黒潮ですね。帰りも黒潮に乗って東京に向かったんですけども、パンダのラッピングがされた電車になっていました。以上、今回は和歌山1泊2日大人旅として動画をご紹介させていただきました。最後にちらっと触れましたけれども、和歌山アドベンチャーワールドですとか、あとは白浜も有名かと思いますので、またタイミングを見て訪れてみたいなと思いました。やはり1泊2日でも楽しむことができるんですけども、もっともっと楽しみたいなと思うことができた件でございますので、ぜひ余裕がある方は2泊3日とか3泊4日とか泊まっていただいて、ご飯以外にもたくさん堪能してほしいなと思います。あとは私も行けなかったんですけども、友ヶ島に関しましてはぜひリベンジしたいなと思っていますし、やはり天候に左右されやすいので、ホームページ等を確認していただいて、事前のフェリー運航状況を絶対確認してほしいなと思います。私もホームページ見たんですけども、ちょっとホームページのフェリーの運航状況を探すのがあまりうまくいかなかったので、じっくりと探してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。